その傷、15年前、私のためについた傷ですよね。見合い相手の社長令嬢、一条瑞希が、俺の右手を見たまま動かなくなった。初対面のはずだった。だが次の瞬間、瑞希は目を赤くし、バッグから一枚の紙を取り出した。婚姻届だった。ここに名前を書いてください。今日初めて会いましたよね。私は違います。彼女は俺の指の傷を見つめた。15年、あなたを探しました。もう二度と逃がしません。その時の俺はまだ知らなかった。この再会が7年間止まっていた俺の人生を再び動かすことを。話はこの見合いから7年前まで遡る。俺の名前は神谷修二、43歳。東京の小さなビル管理会社、トートメンテナンスで働いている。朝は7時半に現場へ入り、空調、給排水、非常灯、防火扉を確認する。電球が切れれば変える。トイレが詰まれば直す。夜中に警報が鳴れば見に行く。決して華やかな仕事ではない。だが俺はこの仕事が嫌いではなかった。壊れたものには原因がある。水が漏れるならパッキンか配管。照明がつかないなら器具か電源。一つずつ原因を潰せばいつか答えにたどり着く。人間みたいに嘘をつかない。それが楽だった。神谷、12階の空調また読んだ。現場責任者の坂口さんが点検表を放った。昨日見ました。じゃあ今日はもっと見ろ。雑ですね。お前は細かすぎる。口は悪いが、俺を拾ってくれた人だ。7年前、行き場をなくした俺に何も聞かず仕事をくれた。俺が以前何をしていたのか。会社で知っているのは坂口さんくらいだった。俺は元弁護士だ。刑事事件を専門にしていた。殺人、強盗、詐欺、横領。世間から犯人と呼ばれた人間の隣に座り、本当にその人がやったのかを疑う仕事だった。若い頃の俺は運が良かった。無罪を何度か取った。新聞に名前が載った。テレビにも出た。そのうち無罪請負人なんて呼ばれるようになった。好きな呼び名ではなかった。だが当時の俺はそれを完全に否定できるほど謙虚でもなかった。証拠を読むのが好きだった。供述調書を何百ページ読んでも苦にならない。防犯カメラを何十時間見ても平気だった。警察が100個の証拠を積んできたなら、その100個の中にある1個の矛盾を探す。その1個で事件の見え方が全部変わる。そういう瞬間が好きだった。だが、7年前、俺は一人の依頼人を救えなかった。森田和也、47歳。中堅食品会社の経理担当。会社から8000万円を横領したとして逮捕された。本人は最初から一貫して否認していた。先生、俺じゃありません。何度聞いても同じだった。俺も無実だと思った。証拠があまりにも綺麗すぎたからだ。送金記録、ログイン履歴、社内端末、パスワード。全部が森田さん一人を指していた。普通なら強い証拠だ。だが俺には誰かが森田を犯人にするために並べた証拠に見えた。半年調べた。それでも最後の一本が見つからなかった。一審は有罪。懲役5年。
判決の日、森田さんは俺に言った。先生。はい。俺、本当にやってないんです。わかっています。家族にも、それだけ伝えてください。俺は控訴した。絶対にひっくり返すつもりだった。だが、控訴審を待つ間に、森田さんは拘置所で倒れた。心筋梗塞だった。そのまま亡くなった。そして数ヶ月後、会社の別の社員が警察へ出頭した。真犯人だった。森田さんの ID を不正利用し、ログまで偽装していた。俺が疑っていた通りだった。ただ、遅かった。森田さん本人は自分の無実が証明されたことを知らない。俺は事務所を辞めた。弁護士登録は消していない。だが、法廷には立たなくなった。長谷川先生には止められた。一件負けた弁護士が全員辞めたら、法廷から人がいなくなるぞ。負けたからじゃありません。じゃあなんだ？信じていたのに、間に合わなかったからです。先生は黙った。あと1個だったんです。偽装に使ったソフト。それさえ見つけていれば、森田さんは家に帰れた。お前は神様じゃない。わかっています。わかってない顔だな。その通りだった。俺は弁護士を辞めたんじゃない。逃げた。それから7年。誰かの人生を左右する仕事からできるだけ遠くにいた。そんな俺のところへ突然見合い話が来た。紹介したのは長谷川先生だった。一度だけ会え。相手は誰ですか？一条ホールディングスの社長令嬢。余計に嫌です。先方からお前の名前が出た。なぜ？知らん。絶対に何かあると思った。それでも先生の顔を立てるつもりで指定されたホテルへ行った。そして水木と会った。見合いから2日後、月曜日の朝、俺が管理しているオフィスビルの通用口に水木が立っていた。何してるんですか？おはようございます。会社は？行きます。なら、なぜここに？近くで打ち合わせがあります。絶対に嘘だと思った。帰ってください。嫌です。一条さん。水木で結構です。結構じゃありません。彼女は紺色の作業着姿の俺を上から下まで見た。見合いの日のスーツとはまるで違う。本当にビル管理なんですね。だから言ったでしょ。ええ。なぜか嬉しそうだった。それから水木は何度も俺の前に現れた。昼休み、仕事帰り、時にはトートメンテナンスへ正式に仕事まで発注した。3度目に来た時、俺はとうとう聞いた。何が目的なんです？婚姻届にサインしてもらうことです。それは忘れてください。嫌です。なぜ俺なんです？水木は少し黙った。まだ思い出しませんか？何を？15年前の夏、新宿、雑居ビルの宝石店。その瞬間、記憶の奥で何かが開いた。15年前、俺は28歳。弁護士3年目だった。夜中に長谷川先生から電話が来た。少年事件行けるか？警察署へ向かうと、一人の少女が取り調べ室の前にいた。14歳。茶色く染めた髪。短いスカート。耳にはピアス。夜遊び。無断外泊。補導歴もあった。その夜、繁華街の宝石店で強盗傷害事件が起きていた。
店員が突き飛ばされ重傷。高級時計が何本も盗まれた。防犯カメラには犯人グループと一緒に入店する少女が映っていた。しかも少女のバッグから盗まれた時計が一本出てきた。警察は共犯を疑った。当然だった。俺も最初から無実と決めたわけではない。店にはいた。いた。犯人たちは知り合い。知ってる。何をするか知ってた。知らない。なんで逃げた？怖かったから。時計は？知らない。少女が机を叩いた。どうせ誰も信じないんだよ。俺は彼女を見た。俺はまだ何も決めてない。少女が黙った。君がやった証拠も、やってない証拠も同じだけ見る。だから最初から話して。そこから調べた。警察が重視していたのは店内の防犯カメラだった。だが、俺は店へ入る前が気になった。少女は犯人たちの後ろを歩いている。笑っていない。何度も携帯を見ている。犯行が始まった瞬間、少女だけがしゃがみ込んでいる。共犯者の動きには見えなかった。周辺店舗の防犯カメラを集めた。1件、2件、3件、7件目で見つけた。事件の10分前、犯人の一人が少女のバッグを勝手に持っている映像。わずか17秒。だが、時計を入れるには十分だった。さらに少女の携帯から削除されたメッセージが復元された。今日ちょっと付き合え。帰りたい。うるせえ、黙ってこい。少女は犯行計画を知らされていなかった。結果、共犯の嫌疑は晴れた。最後に会った日、少女が聞いた。先生。何？なんで信じたの？俺は答えた。信じたんじゃない。少女の顔が曇った。君がやった証拠とやってない証拠を同じだけ見た。何それ？弁護士だから。立ち上がった時、机の上の古いファイルが落ちかけた。慌てて掴むと、壊れた金具が指に刺さった。右の人差し指から血が出た。あ、血。大したことない。ティッシュを巻いた。少女はその傷をずっと見ていた。帰り際、俺は言った。もう警察で会うなよ。無理かも。じゃあ、次に会うときは、胸張って会いに来い。15年後、目の前の水木が言った。思い出しました。俺は彼女を見つめた。あの子か。はい。派手な髪で警察官を睨みつけていた少女と、目の前の経営企画室長。どうしても同じ人間には見えなかった。ずいぶんまともになったでしょ？別人です。失礼ですね。水木は笑った。初めて見る子供みたいな笑い方だった。先生。その呼び方で全部が戻ってきた。やめてください。嫌です。俺はもう弁護士じゃない。弁護士登録は残っています。調べたんですか？15年探しましたから。なぜそこまで？彼女の表情が少しだけ変わった。14歳のあの日、父も学校も警察も最初は私を疑いました。俺は黙った。当然です。私は本当に問題児だったから。水木は自重するように笑った。でもあなたは私の素行じゃなく証拠だけを見た。仕事です。私にはそれが救いだったんです。俺は視線を外した。
だからって結婚は飛躍しすぎです。15年考えた結果です。長すぎるでしょう。だからもう逃がしません。そんなやりとりが続いた。そして1ヶ月ほど経った頃、突然、水木から連絡が途絶えた。毎週のように来ていた女が来ない。静かになってよかった。そう思うはずだった。なのに気になった。1週間、10日、12日目。休憩室のテレビで理由を知った。一条ホールディングスをめぐる巨額横領事件で、東京地検特捜部は本日、同社社長の一条貴臣容疑者を逮捕しました。手が止まった。容疑は43億円の不正送金。海外子会社を利用した架空取引。そしてその一部を社長個人の資産管理会社へ還流させた疑い。画面には報道陣に囲まれる水木が映った。父親の乗った車を見つめていた。表情は崩していない。だが、握った拳だけが白かった。3日後、水木が俺の職場へ来た。少し痩せていた。父はやっていません。第一声だった。俺は何も答えなかった。全員に言われました。家族だから信じたいだけだと。水木は分厚い紙袋を机に置いた。社内メール、送金記録、取締役会資料。父が弁護士へ提出した資料のうち、私が見せる許可をもらったものだけです。俺は押し返した。俺じゃなく、今の弁護士に見せてください。4つの事務所に相談しました。なら、全部、勝てないと言われました。胸の奥がざわついた。7年前と同じだった。先生。先生はやめてください。じゃあ、神谷さん。水木が深く頭を下げた。父を助けてください。できません。なぜです？ 7年やってない。資格はあります。そういう問題じゃない。声が大きくなった。水木は動かなかった。俺は初めて森田さんの話をした。無実を信じた。証拠の偽装にも気づいた。それでも最後の一個が見つからなかった。無実が証明された時には本人が死んでいた。俺は間に合わなかった。水木は黙って聞いていた。弁護士は結果を約束できない。分かっていました。でも俺は必ずひっくり返すと言った。俺は右手を握った。ひっくり返せなかった。しばらくして水木が言った。だから逃げたんですか？俺は顔を上げた。あなたに何がわかる？わかりません。だったら。だから知りたいんです。一歩も引かなかった。15年前、私は全員から犯人だと思われました。あなたも最初から私を信じたわけじゃない。そうです。だから、父も信じなくていい。俺は黙った。水木は紙袋を俺の方へ戻した。疑ってください。え？父が犯人だと思って読んでください。その言葉が胸に刺さった。父が無実だという証拠を探してほしいんじゃありません。本当に父がやったのか調べてください。15年前、俺が彼女にしたことと同じだった。見るだけでいいです。ああ。それでも父が犯人だと思ったら、私は諦めます。彼女は帰った。紙袋だけが残った。3日間、俺は開かなかった。4日目の夜、ビルの巡回を終え、誰もいない管理室で袋を開いた。
送金記録、稟議書、社内メール、取締役会議事録。読み始めて1時間、2時間。7年間眠っていた何かが勝手に動き始めた。43億円。12階に分割して海外子会社へ送金。承認 ID は一条高臣。アクセス元は社長室端末。電子署名も一致。完璧だった。完璧すぎた。俺は紙に時系列を書き始めた。午前9時12分、ログイン。9時12分4秒、承認。9時18分、送金。そこで手が止まった。4秒。承認にはワンタイムパスワードが必要だった。スマートフォンに届く数字を確認。入力。確認画面。最終承認。4秒では無理だ。他の送金も見た。全部4秒。俺の心臓が速くなった。これは人間が操作したログじゃない。自動処理された記録だ。さらに資料をめくる。3年前のシステム改修。災害時に社長本人が操作できない場合、管理者権限で代理承認できる機能が追加されていた。管理責任者、財務担当常務、黒川正臣。もう一人の管理者は半年前に退職。俺は水木へ電話した。夜11時を過ぎていた。2回目の呼び出しで出た。神谷さん。15年前の防犯カメラ、覚えていますか？はい。警察は店の中を見た。はい。俺は外を見た。電話の向こうが静かになった。今回も同じです。何が？みんな送金だけ見ている。俺は資料を握った。送金の前を見ます。水木が息を飲んだ。お父さんが無実だという証拠を探すんじゃない。自分でも驚くほど自然に言葉が出た。誰がやったのかを探します。そこから2ヶ月、俺は仕事を続けながら調べた。そして7年ぶりに長谷川先生の事務所へ行った。先生は俺を見るなり言った。遅かったな。まだ戻るとは言ってません。じゃあ何しに来た？資料を見てください。嫌だ。先生。お前が見ろ。昔使っていた机を指さした。ほこりだけ拭いといた。それだけだった。調査を進めると、黒川常務の周辺に不自然な点が増えた。だが、決定的な証拠がない。黒川本人は送金に直接触れていない。代理承認にはもう一人の管理者が必要だった。半年前に辞めたシステム部門の男。俺たちはその男を探した。最初は何も話さなかった。2度目も追い返された。3度目、俺は森田さんの事件を話した。7年前、俺は一人の無実を証明できなかった。男は黙っていた。あなたが黙れば同じことが起きます。長い沈黙の後、男の肩が震えた。俺は金をもらっただけです。そこから全部が崩れた。黒川は管理者権限を悪用。高尾美さんの認証情報を使い、ログを書き換える自動処理プログラムまで外部業者に作らせていた。資金を自分たちの投資会社へ移し、発覚すれば社長に被せる計画だった。証拠は揃った。だが黒川は全面否認。検察も起訴を取り下げなかった。裁判になった。初公判の日、俺は法廷の扉の前で足が止まった。7年ぶりだった。
昔と同じ紺のスーツ。昔と同じ革靴。それなのに手が震えた。森田さんの声が蘇った。先生、俺、本当にやってないんです。有罪判決。拘置所。間に合わなかった真実。呼吸が浅くなった。その時、後ろから声がした。神谷さん。振り返れなかった。15年前、あなたが私に言ったこと、覚えています？何ですか？次に会うときは、胸張って会いに来い。俺は目を閉じた。私、来ましたよ。振り返った。水木はまっすぐ立っていた。15年かかりましたけど。少し笑った。だから今度は、あなたの番です。俺の。胸張って言ってください。法廷の扉が開いた。裁判は4ヶ月続いた。検察側は大量の証拠を出した。社長 ID、社長室端末、電子署名、送金記録。俺は一つずつ崩した。そして最後、システム会社の担当者を証人席に呼んだ。証人、このシステムでログインから最終承認まで4秒で行うことは可能ですか？通常操作では不可能です。なぜですか？ワンタイムパスワードの確認と入力が必要だからです。では、12回の送金すべてが4秒で承認されているのはなぜですか？証人が一瞬、黒川の方を見た。自動処理された可能性があります。法廷がざわついた。誰が自動処理を設定できますか？管理者権限を持つものです。被告人の一条高臣氏は？持っていません。黒川正臣氏は？沈黙。持っていました。俺は息を吸った。7年前、森田さんの事件で見つけられなかった最後の一個。今日は見つけた。判決の日。主文。法廷が静まり返った。被告人は無罪。隣で高臣さんが目を閉じた。後ろの傍聴席から小さく泣く声が聞こえた。振り返らなくてもわかった。水木だった。裁判所を出たところで高臣さんが俺に深く頭を下げた。先生、やめてください。娘から15年前のことも聞いた。俺は黙った。あいつは昔、本当にどうしようもない娘でな。後ろから声が飛んだ。聞こえてるから。高臣さんが笑った。だがすぐ真顔になった。警察から電話が来たとき、俺も一瞬娘を疑った。水木が黙った。先生だけだったそうだな。あいつの素行じゃなく証拠を見たのは。仕事です。今回もか。俺は少し考えた。今回も仕事です。高臣さんは笑った。そういうことにしておこう。そして娘の肩を叩いた。娘をよろしく。その話は別です。別じゃない。別です。後ろで水木が笑っていた。その夜、長谷川先生の事務所へ戻った。昔の机、ほとんど変わっていなかった。先生がコーヒーを置いた。で、何です？いつまでビルの電球変えるつもりだ？ LED です。どっちでもいい。俺は笑った。引き出しを開けると、7年前に置いていった名刺が残っていた。弁護士、神谷修二。森田さんを救えなかった事実は変わらない。何件無罪を取っても消えない。でも、
消さなくていいのかもしれない。忘れないまま次の人の隣に座ればいい。先生、なんだ。机、まだ空いてます。長谷川先生はこちらを見もしなかった。7年分の家賃は高いぞ。分割でお願いします。それから1年後、俺は再び刑事事件を扱っている。以前のように必ず勝ちますとは言わない。代わりにこう言う。最後まで一緒に調べます。結果は約束できない。だが、最後まで隣にいることはできる。それが今の俺にできる弁護だと思っている。そして、もう一つ変わったことがある。一条水木が俺の事務所へ頻繁に来る。今日も夕方、ノックもせずに入ってきた。忙しいですか？見ればわかるでしょう。机には記録が山積みだった。3分ください。嫌な予感しかしない。水木がバッグを開いた。見覚えのある一枚の紙。婚姻届だった。まだ持ってたんですか？当たり前です。1年経ってますよ。15年探したんです。1年くらい誤差です。彼女はペンを置いた。神谷さん。はい。15年前、私を助けましたよね。仕事です。去年父も助けました。それも仕事です。では、水木が俺を見る。あなたを助けたのは誰ですか？俺は答えられなかった。法廷へ戻れたこと、森田さんのことを誰かに話せたこと、もう一度自分の名前が書かれた名刺を持てたこと、全部目の前の女が始めた。あなたです。水木が少し笑った。では、報酬をいただきます。高そうですね。一生分です。俺は婚姻届を見た。15年前、14歳の少女に俺は言った。次に会うときは胸張って会いに来い。あの子は本当に来た。社長令嬢になったからじゃない。立派な経営者になったからでもない。自分を救った人間が今度は立ち上がれなくなっていると知って、俺の手をつかみに来た。俺はペンを取った。水木の目が大きくなった。本当に？嫌ならやめます。書いて。命令ですか？お願いです。初めてだった。この女がそんな言い方をしたのは。俺は夫になる人の欄に自分の名前を書いた。神谷修二。書き終えると、水木は婚姻届を胸に抱えた。そして泣いた。15年前、警察署では一度も泣かなかった少女が。泣くんですね。誰のせいですか？俺ですか？15年待たせた人です。それは長いですね。だから責任を取ってください。俺はうなずいた。一生かけて取ります。水木は首を振った。足りません。一生で？15年分先払いがありますから。厳しいな。元不良なので。俺は笑った。あの日、俺は一人の少女の未来を救ったと思っていた。違った。15年後、あの少女が俺の未来を拾いに来た。誰かを救ったつもりで差し出した手が、何年も経ってから自分を暗闇から引き上げることがある。だから俺は今日も法廷へ行く。結果は約束できない。奇跡も約束できない。それでも誰も信じてくれなくなった人間の隣に最後まで立つことはできる。そして家に帰れば15年越しで俺を捕まえた妻がいる。おかえり。
そう言って笑う水木を見るたび、俺はあの日の少女を思い出す。派手な髪、短いスカート、警察官を睨みつけていた14歳。あの子に俺は言った。次に会うときは胸を張ってこい。今ならもう一言付け加えたい。来てくれてありがとう。君が来てくれなければ、俺はきっと今も自分の人生から逃げたままだった。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしあなたにもあの人に救われた、今でも忘れられない一言がある、そんな経験がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。この物語が少しでも心に残りましたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。それでは、次の物語でお会いしましょう。